台湾ってタピオカミルクティーが有名じゃん。だから台湾に行った時、有名なタピオカミルクティーのお店に行こうとしたの。でも Google マップを使って近くに行ったんだけど、あれ全然ないって思って、もういいや帰ろうって思ったら、あれここじゃんっていう風にやっと見つけたの。ガイドブックにも書いてあって、すごく有名なお店だからとてもワクワクしてたんだけど、そこで買って飲んだら全然美味しくないじゃん、甘すぎじゃんっていう風に思った。それを台湾の友達に話したら、じゃあここのお店はタピオカミルクティーそんなに甘くないから次ここ行ったらいいじゃんっていう風に言われた。皆さんはさっき僕が言った文章の中にたくさんじゃんが入っていたのに気がつきましたか？結構じゃんを使うのは難しくて、日本語を結構喋れる外国人でも、このじゃんの使い方はたまに間違っていることがあります。ですので僕は今日このビデオを見たらもうじゃんは全部わかるようにこのビデオを作りました。ですので皆さんもこのビデオでじゃんを使えるようになってください。僕が最初にタピオカが有名じゃんというふうに言いました。このじゃん、この相手に聞く時のじゃんはそうだよね right の意味です。タピオカ有名じゃん、タピオカ is really famous right、 こんな感じで使えます。この使い方は結構簡単だと思います。じゃん right。 例えば田中くんってアニメ好きじゃんと僕が言ったら、僕とあなたは、田中くんはアニメが好きだよなっていうイメージを2人とも持っています。で、その時だけじゃんっていう風に使います。 right you know right、 こんな感じです。2つ目はここじゃんのじゃんです。この時のじゃんは驚いていて、そして強調している時に使います。特にこの驚いているというのが結構ポイントだと思います。他の動画でもなんかジャンは強調しているっていう風に説明している動画はあると思うんですけど、この驚いているっていうのを言っているのはあんまないかもしれないです。でもこの驚いているはとても大切です。さっきのジャンは僕はここにはないと思ってたのに、あれここにあった、ここじゃんという風に使います。ですので他にも例えば有名な人、誰がいいかな、安倍総理じゃあ安倍総理がいたとします。その時に安倍総理じゃんという風に言うことができます。まさかここに安倍総理がいるなんて思わなかったけど、ここにいるの？びっくり、安倍総理がここにいるよ、安倍総理じゃんという風に使います。ですので最初のタピオカ有名じゃんの時に有名なのと言ったら、有名じゃんは知らなかったの、有名なのに知らなかったの、びっくり。そして強調、有名じゃんという風に使います。ですので有名じゃん、有名なの、有名じゃん、この2つのじゃんはちょっと意味が違います。皆さんももしいつか僕と会ったら人気じゃんという風に言ってください。僕は嬉しいです。じゃあまずこの2つで練習してみましょう。では僕とまず一緒にタピオカ有名じゃんという風に僕に聞いてください。僕はそうなのという風に言うので、皆さんは有名じゃんという風に言ってください。いいですか？いきます。せーの、タピオカ有名じゃん。そうなの？せーの、タピオカ有名じゃん。いいですね。これで2つのじゃんは分かりましたね。聞くときのじゃん right、 そして2つ目のじゃん、びっくり、そうだよ、有名だよのじゃんです。では3つ目のじゃんを勉強したいと思います。タピオカミルクティーを飲んだ時にめっちゃまずいじゃんと言った時のこのじゃんです。このじゃんはイメージしていたこと、自分がイメージしていたことと違う時に使うじゃんです。これも驚いて
っていうさっきの2個目の強調とちょっと似ていますが、でも強調というよりは思っていたのと違うという意味をすごく言いたい時に使うので、2と3はちょっと別にしました。僕は最初そのタピオカミルクティーがすごい美味しいと思って飲んだのに、あれ、僕はあんまり美味しくないと思った。その時に美味しくないじゃんというふうに言いました。他にも例えば友達が僕にこのゲーム面白いよ、やってみなよというふうに言った時に、僕がやってみてなんかあまり面白くないなっていう時になんかあんまり面白くないじゃんというふうに言えます。面白いって言ったけど面白くないと俺は思う、面白くないじゃんという感じです。このじゃんは結構使うので他にも例を見せたいと思います。さっき僕はネガティブな感じで言っていましたが、逆に友達がこれまずいよと言ったのに飲んだら美味しいじゃんという時に、さっき言っちゃったけど美味しいじゃんというふうに言うことができます。これもまずいまずい、あれ美味しい、美味しいじゃんというふうに使います。だんだん分かってきましたか？じゃあ例えばなんかこれよくあるんですけど、日本で女の子が私の彼氏全然かっこよくないから写真見せたくないっていう時になんか大丈夫大丈夫、見せてよ見せてよ、でも全然かっこよくないよ、大丈夫見せて、じゃあ分かった、はいって、その時にめっちゃかっこいいじゃん、こういう風に使えます。さっきかっこよくないって言ったから俺は、かっこよくないと思っていたのにそれとは違ってかっこいいじゃんという時にこのじゃんを使います。ですのでやっぱりこの3つ目のじゃんはこう思ったのと違うじゃん、なんでそんなこと言ったの、そんなことないじゃん、これもじゃんか、じゃんという時に使います。4つ目は何々ればいいじゃんです。このじゃんは他のじゃんと違って何々ればいいじゃんというセットで使います。でもあまり難しくないので心配しないでください。例えばお腹減った、違うか、おっぱいじゃない、お腹減ったという時にじゃあご飯食べればいいじゃんという風に使います。このご飯食べればいいじゃんは Why not の意味があります。なんで食べないの、食べなよという意味です。これはよく学校で女の子が男の子に告白をするときに好きだって言いたい、でもちょっと怖いなというとき、他の女の子の友達がでもそんなに好きだったら告白すればいいじゃんというふうに言うことができます。この時告白すればいいと思うと言った時、このいいと思う、いいじゃん、この違いはですね、僕はいいじゃんの方が僕はしたらどうというふうに思うよという時にアドバイスをする時にじゃんというふうに使います。ですのでただいいと思うはこれは自分の意見でもいいじゃん、どう、アドバイスだよという感じがあるので、じゃんを使う時は特に相手にこれしたらどうという時に使います。じゃあここで3番と4番のじゃんの使い方の練習をしましょう。まずは3番です。思ったのと違うという時のじゃんですよね。今から僕がこれ美味しくないと言ってはいという風に渡すので、皆さんは美味しいじゃんという風に言ってください。また僕がせーのと言ったら一緒に言ってください。いきます。美味しくない、はい、せーの、美味しいじゃん、いいですね。なんか思ったのと違うということを表現できましたか？では4番のればいいじゃんです。僕がこれからお腹減った、
お腹減ったというふうに言うので、そしたら皆さんはせーのでご飯食べればいいじゃんと言ってください。いきます。お腹減った、お腹減った。せーの、ご飯食べればいいじゃん。そうだね。ありがとう。いいですね。しっかりアドバイスできましたか？今日はたくさん勉強したので、ゆっくり復習したいと思います。一つ目は、タピオカ有名じゃんのじゃんです。そうだよね。right? の意味でしたよね。二つ目のじゃんは、びっくり。こうじゃん。これじゃん。ここじゃんの驚いて強調する時のじゃんでしたよね。ひときじゃん。安倍総理じゃん。トランプ大統領じゃん。あとは、なんだ。ここにタピオカのお店あるじゃん。驚いた。ここじゃん。ここだったんだ。という時に強調ですよね。ですので、ここじゃんという風に使いました。3つ目は、自分が思ったのと、違うじゃんのじゃんでしたよね。美味しいと思って飲んだのに、まずいじゃん。思ったのは美味しい。でも、実際はまずい。この時に、まずいじゃんという言い方ができましたよね。ですので、美味しいと思ってて、飲んで、美味しい、美味しいじゃんは、ちょっと使えないです。使うとしたら、このぐらい美味しいと思っていて、飲んだら、こんなに美味しい、すごい美味しいという時に、すごい美味しいじゃんということはできます。でも一番使うのはもっと美味しくないだろうな、美味しいじゃんという言い方が、もっと使うかなと思います。4つ目はればいいじゃんでしたよね。何かアドバイスするときに、こうすればいいじゃんでしたよね。お腹減ったと言っている人がいたときに、じゃあご飯食べればいいじゃんのじゃんでしたよね。他にも例えば何かチャレンジしようとしている人に、じゃあチャレンジすればいいじゃん。この時注意するのは、チャレンジすればいいと思うは、ただ自分が思う。でも、すればいいじゃんということで、相手に少しアドバイスしている感じです。でも別にそんなに強くしなさいとかそういう意味ではないので、使ってみてください。ただ、すればいいじゃん、いいじゃんって言い方を少し強くしたら、もしかしたら、しなよみたいな、すべき you should do that の意味があるので、すればいいじゃん、少し軽く言ってください。Okay guys, how was the video? Did you get how to learn jam in this video? I think it's really hard to remember all of them only once, but I hope you understand more. 皆さんありがとうございました。タピオカのお店日本には結構あって、台湾より高いんですけど、でも僕結構そのタピオカのお店に行って、実は今日あと一つスタンプがもらえれば無料でミルクティー S サイズをもらえるので、めちゃめちゃ楽しみです。S サイズだけど結構ここのお店のタピオカもちもちしててすごい好きだから、無料でもらえれば何でもいいよいしょ。じゃあ行ってきます。バイバイ。バイバイ。